もう死ぬかと思った。お疲れ様、ナビゲーター。これどうぞ。あ、どうした椅子から。ああ、別に。とにかくひとまず仕事は片付いたんだろ。飲み物買ってくるから、私が知ってもいい範囲で教えてくれない？つまりアイギスはセイレーンに対する審査を一旦保留にしたわけか。何しろ直接的な証拠をつかめなかったからな。当初重要容疑対象だったボルトネイ実験室は現在による直接的な破壊を受け、現時点で生存者は確認されていない。郊外の地下実験室も深刻な破壊を受けた。そして予想通り以前の清掃班は残された部分に追跡できる手がかりを何も残していなかった。残された設備や機械はどう？まるで誰かが丹念に敷いた面の上に拳を打ち込んだような感覚だ。隊長たちはこれで何か問題を起こしたりしないだろうか。この点については心配ない。セイレーンも表向きの企業だし、ヘビを驚かせたくないという点ではお互い様だろう。そしてゴルカの行き先についてだが、準備はいいか？いつから？安心して言うべきことを言えばいい、ナビゲーター。君は一連の事件を直接経験した関係者だ。そして私はせいぜい深く関わった予備ドライバーに過ぎない。信じてくれ。いい結果であれ悪い結果であれ、私はその前に十分に想像する時間を持っていた。分かった。じゃあゴルカは今回の事件、そして多くの潜在的問題への直接の手がかりであり、カティア支部は彼女を普通の生活に戻すつもりはない。陰で動いている人たちを考えると彼女にとっても安全とは言えない。分かってる。ゴルカはカティア第一研究室に引き渡され、彼女の体に対する長期的なメンテナンスと観察が行われる。同時にそちらの研究室では彼女の高い適合率に注目して関連研究の実施も考えている。第一研究室は非常に特殊で比較的閉ざされた環境だ。人道的な配慮から彼女の精神状態にいい影響を与えられる看護者をつける必要がある。この仕事お願いしてもいいか、イスカラさん。もし2週間前の私がこんな話を聞いたら、きっとなんか間違ってるんじゃないかって思っただろう。でも今はもうあの決断をしなければならなかった時期は過ぎている。彼女と一緒に行く、ナビゲーター。それからナビゲーター、君がやってくれた全てのことに感謝する。ありがとう。職務上の義務に過ぎない。職務からの責任感であれ、君の個人的な意思であれ、君は私を助け救ってくれた。それで十分だ、ナビゲーター。なら今後は同僚として幸運を祈る、イスカラ。また戦場で会おうか。できればもっと平和な場所で会えればいいのにと思っている。ゴルカは先の待合室で待っている。迎えに行ってくれ。出発までまだ時間がある。箱舟で騒ぎを起こさないように。ああ、エフゲニアたちは直接ここで赴任している。時間があれば会いに行ってもいい。まず
一日かけて家族に説明しなきゃいけないだろうな。どうして突然アイギスに帰ったとか。とにかく先に行くよ、ナビゲーター。もう一つ、いつから？聞いているよ。どうした？近づいた方がいいか？確かにあまり大声で言うべきことではないな。アイギスのボルトネイ事務所に配属されていた科学官リドミラは現在進行事件の後行方不明となった。公式記録によれば彼女はその数日間に出張の予定はなかった。またその後もボルトネイの自宅には戻っていない。残りの部分は情報部の業務内容に関わることだ。正式に第一研究室のメンバーとしてアイギスに赴任したら確認できる。この情報を慎重に扱うべきだろうか、ナビゲーター。知る権利があると思っただけだ。何せ彼女はお前の友達だ。ああ、友達だ。まあどうあれもう約束しちゃったんだ。彼女と飲みに行くって。